Hello everyone, this is Sora. What's up? How are you all doing? I'm really good. What's up? What's up? 先輩、イエーイソラ先輩クラブ始まります。ということで、この番組はね、世界中に俺の大好きな先輩方をお届けしたいという番組でございまして、とってもワールドワイドな番組だよということでさ、前回に引き続き、もうこんな素晴らしい方が今週も来てくれております。紹介します。神尾慎一郎さんです。神尾慎一郎です。神ちゃん、今週もよろしく。よろしく。あれ、テンション上げてきた。そう、上げてきた。なんでかっていうと第1部収録の後に、いや俺結構本当にいい内容の話を聞いてから聞き入っちゃったのね。だってテンション下がった空なんて空じゃないもんね。そうか、そうだよね。飛んだ一部は個性潰しだからね。もうなんかね、もうめっちゃためになることを聞きすぎて、もうなんかそういう番組になったね。あ、いいねいいね。いや素晴らしかった。ありがとう神ちゃん。どういたしまして。もうこれね、第2部だけど、ちょっと俺とこうやってトークするのも慣れたかね。そうだね、顔が近い以外は慣れたよ。いや、そう。いつもどこでも綺麗な顔してるね。ありがとう。神ちゃんもすっごいかっこいいよ。皆まで言うな。よし。ちなみにさ、はい、マックスがさ 100% だとしたらさ、俺今どのくらい神ちゃんに近づけてるかな。ああ、100じゃん。お、もう嘘。なんで。いやちょっと待って、それあれだね、神ちゃん懐に入ってくるのがうまいからね、そうやって言って俺の懐に入るんだね。あれ、入られたと気づいてませんでした。入っちゃった。もう気づかなかった。ドア頭から100、100だったじゃん。だからめっちゃ話しやすかったのか。マブだったじゃん。このね番組はさ、外国の方がさたくさん見てくれているわけよ。で、神ちゃんは海外に行かれたってか、住んでたよね。そう、住んでたのはそのボストン、いわゆるバストンにいましたけど、海外はあとはハワイとか中国とかちょこちょこですかね。その後行ったの。あ、そうなんだ。旅行は結構じゃあ好きなの？旅行は好きなんだけど、絶望的に飛行機が苦手なのね。なんで？怖い。怖い？なんか可愛い一面あんね、神ちゃん。いや、高所恐怖症だしね。だから本当に飛行機苦手なんだけど、実家の里帰りいつも飛行機だから。そうなんだ。そうだよね、北海道だもんね。だから絶対離陸前に寝ようとしてる、いつも。そうなんだ。ちなみにさ、今まで行った国の中でさ、印象に残った国とかある？印象に残ってるのは、でもハワイは好きかな。そっか。どんなとこが好きなの？リラックスできるフーラダンスな感じが好き？それも好きだし、あとちょうどね行ったのは結構前だけど、正月に行ったのかな。ニューイヤーの時で、ほら日本以外のニューイヤーって結構お祭り騒ぎじゃん。そうだね。花火のバンがあったりね。ああいうのですごい夜一人で歩いて古着屋さん巡ってんのがすごい楽しかった。そうなんだ。じゃあ本題の方に行きたいでござんすが、神ちゃん準備は良いかね？構わぬ。おし、じゃあ神ちゃんも準備がいいということで、題してNotice Me 先輩ガチャー。ガチャー。そう、もう先に気づいちゃったね。この番組の視聴者のみんなからね、神ちゃんに聞きたいことをたくさん募集しました。ありがたいですね。そう、もう本当にものすごいたくさんの国から質問が来ていて、いくつかをこのガチャでね、神ちゃんがね、公平じゃないか。その素晴らしいお手製のガチャで、すごいね。答えていってもらおうかなと思うんだけども。OK。それでは回してみよう。ガシャ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 。おっと、すぐ来るね。おいよ。4番ジェームフィリピン。はい、これは俺がめっちゃ実は聞きたいやつだった。俺も何？他の声優の、お友達とかの前で、楽しむ目的でマジックは披露することはあるのでしょうか？カメラ回ってないところで。全然あるね。あ、そうなの？全然あるというか、カメラ回ってないところでやってる方が多い。あ、そうなの？すごい おこがましいお願いなんだけど、いいよ。俺マジック見たいなって思っていて。いいよいいよ。マジで？だいたいさ、みんなさ、なんだろう、フォークって持ってるじゃん。そうだね、お家にあるよね。なんか出てきたね。フォークもあるし、だいたいトランプもあるわけじゃん、みんな。いやいや、その2つはもしやマジックに使えるのか？そう使えるのよ。マジで？
まずね、じゃあね、フォーク。まずね、と両方やるんだなこれ。そうだよ。だって2つ出してきたのも。じゃあ例えばカメラ的に見えるかな。これがさ、こうやってこう下を撫でるとさ、浮いてくるわけですよ。あ、じゃんじゃんとね。ちょっと待って。これがちょっと回ってきて、まあ合わせると分かりやすいのかな。すごーい。ね、ちょっと曲がってきて、でこれをしっかりと押す。こうゆっくり。すごーい。するとこうなるじゃん。だって今だって何をしたの？そう。何をしたの？戻ったりもするのよやっぱり。そうなのよ。戻ったりもするし、例えばこう振ってるとこ回ったりするのね。おかしくない？ちょっと待って。これ現実の世界の話だよね。あれ、もしかして俺バーチャルにいたかもしれない。みたいなフォーク曲げもあるし、まあ、例えばだけどここをねこすってあげるのいっぱい。こここすってあげて、ってやるとこれが曲がったりするの、すごい。この番組は今からマジックショーとなっております。皆さん、だからさっきちょっとね空を騙してね。そうだね、なんか空を騙してこうサインをもらったんだよ先に。さっきね書いてって言われたけど。そうでね、これもどれがいいかな。まあいいか。何しちゃうのあのカードで。ちょっとはいこれね、空カードね。空カード。これにしよう。これでこっちに取ります。右に移して間に挟んじゃう。中入れます。そうすると中にあるからさ、これはさやっぱ違うカードなわけよ。あれ、空のカードだね。ちょっと待って。おかしいね。嘘。おかしいね。おかしいよ。ちゃんと中に入れるね。ちゃんと中に入れて切りましょう。切って、そうすると今度はちゃんと中に入ってるから、この上はやっぱりおい、違ったよね。そう2のスペードなんだけど、吹けばやっぱこう鳴らすとやっぱ空カードになるんだよね。ちょっと待って。じゃあこの空カードしっかり中に入れるじゃん。やっぱ出てきちゃうんだよね。ちょっと待ってください。ちょっとね、何やってるの？リハーサルとは違うことをしております。リハーサルとは違うことをしております。じゃあこちら、はいこれ、もう一回同じようにやっていきましょう。移して挟んじゃう、取る。じゃあカメラマンさんにね息吹いてもらおうね。こうやってやってふっとやってもらいますから、しっかりやっていきましょう。ちょっとはいちょっと待って。はい、口から空、ありがとうございました。ちょっと待って、どういうこと？口から空。すごーい。ね。あれ、この番組何やってたんだっけ？でも本当こういう風にお客さんがいればカメラ回ってなくてもバンバンやってますね割と。すごいエンターテイナーだね。やっぱね、マジシャンっていう前歴を知ってる人からすると見たいなって思うじゃない。でそれで道具持ってないと、ああそうなんだってなっちゃうのが嫌だから、コンビニ行く時でも持ってる。そうなの？誰に会うか誰に会うか分かんないから。コンビニの店員さんからマジックやってくださいって言われたらいきなりスプーン紛れるように。いやできるようにしてるけど、コンビニの店員さんに言われたらお前は仕事をしろって思うから。そっか、そうだね、そうだね。あんまそれはないかな、あんまり。すごい。かみちゃんかっこいいね。そうなんだよ。いやそうだね。なんかね、僕はね見た目以上にちゃんと割とかっこいい部分があるんだけど、あんまりね見られないんだよね。多分ねそれを自分で言うからだと思うんだよね。確かになんかかっこいいんだよねってかっこいいって言ったら。ほーってまあ俺も結構そのタイプなんだけど。近い。だって近く行きたいよ。近いよ。いやなるほど。まだあれだよ、ガチャの話のやつの流れ。そうだったありがとう思い出させてくれて、もう完全に飛んでいったということで、じゃあ次のガチャ行こうか。いやなんかすごいもの見ちゃったな。No.9 わお、ヤナマレーシア。慎一郎さんの声優としての一番最初のオーディションはどんな感じでしたか？一番最初のオーディション。ほう。仕事じゃないもんね。オーディションだもんね。そうだね、受けた時、まあ声優さんでだからオーディションをね受けることも多いと思うんだけど。思い出した。一番初めのオーディションは声優じゃなかったんですよ。あ、そうなんだ。何だったの？
地上波のインフォマーシャルっていう、いわゆるそのテレビ番組の中にあるコマーシャルの番組の MC みたいなのをオーディションを初め受けてて、事務所入ってから、それが多分一番初めのオーディションで、声優としてのオーディション、いわゆる声のオーディションは、なんかまあね、どんな感じだったのかな。なんだろうな、全然わかんないな。でも緊張したとかそういうのなんか覚えてる？オーディションでその、例えばテープオーディション、いわゆるそのどっかで撮ったものを送るっていうのだったら緊張はないんだけど、スタジオオーディション、たくさんの人がこの役を受けるよっていう時のオーディションは、緊張してねえな、してねえんだよな。そうか、すごいな。でもそういうのもあれなのかな、やっぱりなんだろう、お仕事普通にね、サラリーマンとしてた経験の中とかでなんかこう緊張しなくなったとかあるの？緊張しなくなった一番の理由はマジックかな。あ、そっか。マジシャンで、例えば割とファジーなね話があって、お客さん30人ぐらいでこんぐらいの規模で、みんな座りです。わかりました。こんぐらいでお願いできますか？はいって言ったら、なんか200人ぐらいがいて、200人いるのみたいな。しかも30分も長いなと思ってたね。30分やってくださいって長いなと思ったけど、今日は90分持たせてくれるってことでって言われて、90分持たせんのみたいな。なるほど。ほうほうほう。これはきついみたいな。そっか。だからそういう風に。そういうなんかね、理不尽に耐えてきたから。そっか。しかもね、人前に出るっていうこともね、やってきたから。だからね、緊張が長くなったんだろうね、多分ね。そっか。それでは次の質問回してみよう。何が出るかな。何が出るかな。ナンバー3。ナンバー3。全インドネシア。神代ちゃんはマジック、ついに神代ちゃんになったね。そうマジック、演技、料理、歌やラップ、ピアノ、マーシャルアーツ、バーテンダー、DJ など、本当にかなり幅広いことをできますが、何かできないことはあるのでしょうか？ I love you 神代さんってきました。Thank you。なんかね、なんだろう、できないことっていうよりは、やりますかって言われた時に、できなくてもやっていいならやりますっていう人なのよ。すごいね。できないものっていうのは、あるっていうか苦手なものはある。これね、もう30何年間ずっと苦手なんだけど、顔を洗うのが苦手。あれさ、顔を洗う時ね、みんなさこうやってやるじゃない。そうだね。水が皮脂伝うじゃない。そうだね。伝っちゃうね。だからもうびしゃびしゃになるじゃん。なるほど。それが嫌だと。それが嫌だから毎回風呂に入る。なるほどね。だから朝晩顔を洗うんじゃなくて、朝晩風呂入ってる。そっか。いやなんかさ、それはさ、嫌い、そうね、苦手、わかんないけどさ。苦手じゃん。できる？できるけど、そんな綺麗にできるの？バシャバシャにせず。ごめん、嘘ついて。俺めっちゃ汚す。そうでしょ。汚すの嫌じゃん。なんかそっか、綺麗好きなんだね、髪の毛。そう、汚すの嫌だからもう風呂入っちゃう。次の質問いってみましょう。すごいね。出てきた。マヨニキス。はい。ドミニカ共和国。わ、すごい。ドミニカン・リパブリック。イエイ。すごいね。演じる際、キャラクターに入り込むのに何か特別なことはしていますか？例えば、キャラがいたら、身長とか、体重とか見るじゃない。この体とこの骨格ならこの音は出ねえよなみたいな。でなんかこういうのベースまず作って、そっからその人のなんだろう、人生、どういう経歴でそこまで行ったんだろう。そうするとだんだんその人に寄ってけるじゃない。そうだね。でもさ、すごいなって思ったのがさ、なんかね、僕そういうふうに考え始めたのが、ラジオドラマがあった時に、神尾さん熊の声出せますかって言われて、熊の声ですか？出せると思います、ね、リアルな熊の声って聞いたんだけど、熊って鳴かないさ、実は。どうやってその音出そうと、ってことで熊の骨格を調べたよね。そしたらどうやって音を震わせてんだろうみたいな。だからその熊の音出してる時は口の中にピンポン玉入れてやってた。へえ。
ごいね、うん、そっか。じゃあちょっと次最後の質問にしようかな。OK。次いきますか。ラストはこちらね。あるの全部答えたかったけどね。そうね。いい番号7番。7番。7ルナ。インドです。インドか、すごいな。声優の仕事において、何が一番好きな部分でしょうか。好きな部分はね、毎回いろんな人生を持った人物になれる。そっか。ルーティンワークに嫌いだから。そうでもあれだよね、だって自分とは全く違うキャラクター、自分背景持ったキャラクターとか変わるのは楽しいよ。そっか、だからその人のだから人生を歩くみたいな感じだよね。トレースできるしね。そうだね。この年でおじいちゃんにもなれるし、そうだね。この年で赤ん坊にもなれるしってやつだから。そうだね。そんなようなことを試す企画が実は次週第3部にはあるんだよ。うわー、綺麗なふりしちゃったな俺。そうだよ。もうね、たくさん来てくれたね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでじゃあ第2部は以上で終わります。かみちゃん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。また次週ね、第3部もあるからよろしくね、かみちゃん。お願いします。はい、一緒に言いますか。せーの。See you next time. バイバイ。かっこいいな。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。